おはようございます。ケンです。Q1 の結果が出ましたが、かなり意見が割れています。需要が弱い、いや、回復している。結論から言うと、どちらも正しいんです。今日はこの状況を3つのポイントに分けて整理をしていきたいと思います。まず1つ目、ヨーロッパでの販売です。フランスでは3倍、北米では約2倍に増えています。これはかなり重要なシグナルです。というのも、ここからわかるのは、テスラの需要は消えていないということです。むしろ価格が合えば一気に売れる。これが今回はっきり証明されました。つまりテスラは売れていないんではなくて、単純に価格が市場とずれていただけだった可能性っていうのがあります。ここをどう見るかで今のテスラの評価は大きく変わっていきます。ただし、ここで問題があります。それが2つ目のポイントになりますけれども、Q1 の結果ですが、生産台数が約40万台、納車台数が約35万台、差が約5万台です。つまり、在庫が5万台積み上がっているということを意味しています。これはかなり重要です。よく売れていないって言われますが、正確には違います。売れていないんではなくって、作りすぎている状態なんです。ただ、この状態が続くとどうなるのか、値下げ圧力が強くなっていくんです。そしてその結果としての利益率の低下、こういったことになってきます。ここは投資家にとってかなり重要なポイントになってくるんです。短期的にはリスクとして見られる可能性が高いです。そして3つ目、ここが一番重要です。もう皆さんご存知のように、テスラは今明らかに方向を変えています。これまでのテスラは EV が主役でした。しかし今は違います。EV は収益源、本命は AI とロボットです。例えば、ロボタクシー、そしてオプティマスと呼ばれる人型ロボット。イーロン・マスクさんは将来的な価値の大半はロボットになるとも何度も発言もしています。つまり、今回の数字を単純に EV だけで評価すると本質を間違えてしまう可能性もあるんです。今は EV 企業から AI 企業へ移行している途中です。だからこそ数字が少し歪んで見える。これが今回の正体です。だから今日も海外メディアの情報を複数取りましたが、完全に意見っていうのが割れています。EV に重きを置いているメディアは批判し、今は移行期と見ているメディアは肯定し、だから今はテスラの判断をどこで見るのかっていうことで視点が変わってくるんです。はい。ではここまでを整理します。ヨーロッパでは販売が爆発しています。つまり需要っていうのはまだ強いんです。一方で在庫が5万台積み上がっています。これは短期的なリスクです。そしてテスラは EV から AI へと戦略をシフトしています。ここが長期の本質です。では、テスラは今、買いなのか、それとも危険なのか、これは非常にシンプルです。それはですね、短期で見るのか、長期で見るのか、短期で見れば在庫、価格競争、利益率、長期で見れば AI、自動運転、ロボット、どの時間軸で見るかによって答えが変わってくるんです。今のテスラは成長企業から次のステージに移行している途中です。だからこそポジティブなニュースとネガティブなニュースが同時に出てくるんです。同じ題材でもポジティブに見る人もいればネガティブに見ている人もいる。これが混在しているのでよくわからなくなるんです。だからこそこの状態をどう理解するのかっていうのがこれからの判断を大きく左右してきます。皆さんは今どう考えていらっしゃいますか？ぜひそのあたりコメントで教えていただければと思います。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は下げて現在359ドルとなっております。また370ドルラインを割れ、そして360ドルも割ってきています。これは市場は Q1 の結果が悪いと判断しているということになってくると思います。やはりこのことからも AI、ロボティクス、ここでしっかりと売り上げっていうのが出てこない限り、テスラにとってはなかなかポジティブにはなってこないんじゃないかっていうのもあると思います。今日先ほど短期で見るのか、長期で見るのかといったときに、その長期のところの AI、自動運転、ロボティクス、
この理想っていうのは分かったんだけれども、そこからの売り上げっていうのが上がってこない限り、株価はなかなか上がってこないっていう現実があるということになるんじゃないかなと思いますけれども、このあたりも皆さんどう考えられますか？ぜひ意見をコメントで教えていただければと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。お知らせがあります。来週の土曜日4月11日に千葉県に新しくテスラのプロテクションフィルムの工場ができたんですけれども、その会社の訪問とナノトップのデモの掃除を行います。僕も朝東京の方へ行き向かう予定です。こちらの会社ですけれども20名ぐらいまでは参加可能ということなので、ラッピングなどに興味のある方はぜひ一緒に行ってみませんか？また、ナノトップがちょっと気になっているんだけれども、実際どうなの？使い方ってどうやるのって思っている方も、ナノトップを使って工場を掃除していきたいと思っていますので、興味がある方はぜひ一緒に行きませんか？先日から僕の LINE と X の方で募集をしていますけれども、残り10名ぐらいは参加できますので、参加したいと思われる方は僕の LINE の方でお問い合わせの方よろしくお願いいたします。X の DM でも OK です。定員が来次第締め切りたいと思います。またこちらの工場には少ないですけれども中古のテスラも置いています。モデル Y、モデル X もありますので、ぜひね、そのあたりも興味がある方一緒に行きましょう。はい。ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。